じゃあ始まりました。カズアンズです。12ヶ月経ちましたので、最後の進捗動画を撮っていきたいと思います。ちょうどもう1年経ちましたね。1年経ちましたね。前回はメキシコで撮ったんですけど、今またメキシコのトゥルムという場所に戻ってきていて、もうほんとあと1週間後には帰国という風になってます。で、今回は1月の半ばぐらいにメキシコを出発して3ヶ月間南米を回ったので、南米の振り返りかな、をしていこうと思います。いつもの哲学チックなのは一旦今回は置いといて、南米旅どういう風にしてきたかを話していきたいなと思います。割とね、南米はすごいもともと僕たちにとっても身近なものではなかったから、ちょっとそこをね、詳しめに振り返っていけたらいいかなっていうところで話していこうと思います。はい、ちょっとまたこれ可愛いからこれ持ったか。メキシコっぽい感じになったでしょ華やかに華やかになった、カラフルになった。俺じゃああれ着ようかな、ポンチョ。いいよスタイルをちょっと南米風にしていきたいと思います。はい、じゃあまずどういう風に回ったか。そうですね、いつも通り、まずメキシコを出発してから、チリサンティアゴに入って、チリはサンティアゴだけだったね。でそこからアルゼンチンの南のパタゴニアに入って、首都のブエノスアイレスで、もう少し上にあるイグアス行きました。そこら辺までは飛行機で移動してたんだけど、そこからは基本陸路移動を使ってイグアスからパラグアイ入り、パラグアイの首都のアスンシオンに行って、でそこからもう一回アルゼンチンに北側、サルタとかティルカラとか、そういうところに戻ってきて、もう少し北に上がってボリビアに入りました。でボリビアも5都市ぐらいいろいろ回って、最後ペルーというところで、まあ行ってない国もいっぱいあるんだけど、5カ国かな。そうだね、5カ国を3ヶ月半ぐらい、3ヶ月かな、ちょうど3ヶ月ぐらい回ったって感じですね。はい、1都市ずつかな、簡単に振り返りをやっていけたらいいかなと思います。交互にやっていこうか。じゃあ、ではじゃあチリのサンティアゴどうでしたか？本当に南米はそもそも私たちは行ったことがなくて、やっぱりイメージも全然なくてっていう中で、最初チリのサンティアゴについて都会だったっていう印象が強かったです。高いビルがあったりとか、結構サンティアゴは道路舗装されてたりとかいう感じでしたね。そうね。私が結構個人的にびっくりしたのが、やっぱチリといえばワインが有名なので、サンティアゴからちょっと電車で行ったところにあるそのワイナリーに初めて参加してきました。その電車の中ですごいなんか印象的だったのが、ラッパーみたいな人が入ってきて、歌を披露してたんですけど、そういうことはね他の国でもあったりしたけど、電車乗ってる人たちもすごいなんかノリノリで、ライブ会場かここはみたいな感じの一体感があったっていうのがすごいびっくりして、誰も嫌がってなかったよね。そうすごいみんなノリが良かったっていうのが、これがラテンなのかなみたいな感じ、ちょっとまた違う文化とか感じた最初の出来事でした。であとサンティアゴ歩いてて、いつも母さんネックレスマウントをねつけてるんですけど、動画を撮るのに地元の人に注意された。危ないよ、普通に出してるだけでも危ないよって注意されたのは、この旅で初めてかな。だからちょっと気も引き締まったっていう感じかな。次じゃあアルゼンチンに入ってパタゴニアは、パタゴニアはまずその氷河と、あと登山、フィッツロイっていうパタゴニアのロゴになってるところにも行ったんだけど、やっぱ大自然、アルゼンチンは大自然って感じでしたね。そこは特にで、しかも観光地化されてて、あんまりこう歩いてて危なさとかを感じたりもしなかったし、すごいこう整備されてるって感じでした。街もおしゃれだったよね。街もおしゃれだった。物価がめっちゃ高かったね。高かったね。アルゼンチンは南米の中でも物価が今回行った中では一番高かったんだけど、特にパタゴニアはめちゃくちゃ高かった。もうなんか本当観光地化されてたって感じだったね。だからそれをよく言えば、気軽に行きやすい、治安は安全に感じたっていう印象でした。はい。フィッツロイの登山中に見た景色とかは結構この旅全体を通してもナンバーワンと言えるぐらいのすごいいい景色が見れて、めちゃくちゃ良かったです。続いてブエノスアイレスですかね。ですね。ブエノスアイレスも、ね、チリのサンティアゴとか、都会はそんなにね景色が変わらないのかなっていう印象
だったけど、まあ、結構比較的観光客の人、ツアー客の人だなっていう印象でした。まあ、都市は近代的で、まあ、コロニアル、なんかそこのブエノスアイレスで街歩きしてた時に前になんか団体のツアー客の人たちがいて、ちょっと近くを歩いてたらその前にいたおじいちゃんがそのスマホ触ってて、そのスマホを強盗が取る瞬間を目の前で見てね、最初なんか2人でこうやってなんか取っ組み合ってたから、どうしたの喧嘩してんのかなと思ったら首めっちゃ掴まれて、でその人がね銃とか持ってなかったからよかったけど、しかもその、ブエノスアイレス初日の街歩き開始5分後ぐらいの出来事がそれだったから、その後ちょっと一瞬ね俺は出たくなくなったけど、まあやっぱり歩きスマホをしてたっていうところももちろんあるだろうから、ちゃんと安全情報を調べながら歩いていい時間帯に歩いていい場所を注意しながら歩けば大丈夫かなっていうところを改めて意識してそれ以降旅を続けたという感じですね。そうだね。なんか今回私たちがたまたま南米のブエノスアイレスでそういう瞬間を見たけど、まあ、それこそ首都はやっぱいろんな人がいるから、その他の場所よりも危険度は高まるし、どんな国であっても、ね、旅をする上でその注意はしなきゃいけないなっていうところを感じた瞬間でした。であとあれだね、アルゼンチンはすごい広くて広大な土地があるから、牛肉がねたくさんあって、そのスーパーとかで牛肉コーナーがいっぱいあって、でしかも安くて、日本だとやっぱ牛肉は高くてなかなか普段食べないっていうものだから、地域性のやっぱ違いみたいなところも感じたりしました。あと卵がバキバキスーパーの卵がもうことごとくバキバキだったのもちょっと日本じゃありえないなっていうところですね。続いてはイグアスですね。イグアスは見ましたって感じだね。特に何も起こらず、まあでもちょっとそのイグアスの時っていう観光地なのにちょっとその整理券周りのざるさというかその時間指定されてるのにこううまくマネジメントができてないところらへんとかもよく見かけたので、まあそれぐらいです。でちょっとそのまま行かせてもらうとパラグアイにそのまま入って、ここはまたねパラグアイは沼ったね。沼ったね。2週間いた民宿小林、日本人が集まる日本人宿ですね、に2週間ぐらいいましたと。最初は4日ぐらいの予定だったんだけど、3回延泊4回延泊するっていうのでトータル2週間ぐらいいて、で本当にもう結論すごい良かった経験だなと思いました。そこの日本人宿はそのパラグアイにあるイグアス居住区っていう、まあ、昔その戦後にたくさんの日本人が南米の各地にいろいろ移住していったうちの一つなんだけど、まあ、サンパウロとかにもね日本人地区っていうのはあって、南米の各地にあることが分かりましたと。まあちょっとそこら辺も全然歴史あんまりね、その時そうなんだみたいな初めてこう知った感が僕たちの中ではあったんだけど、ほんでそこに日本人のコミュニティがあって日本語が書かれたものがあって、でそこでは大豆とか日本米とかそういう本当に日本にあるようなものが全部揃ってるような、まるで日本を感じるような場所でした。びっくりしたよね。それこそ海外で例えば日本米が育てられるんだ、納豆なんか大豆も育ててて、なんか納豆って海外で作れるんだ現地で作れるんだみたいなところが本当にすごいびっくりしました。やっぱ何が良かったかっていうと、その泊まったところでお母さんが作ってくれる日本食っていうのがまずもう毎晩最高でしたと。まあそれに加えてやっぱりそういう場所なんで日本人のバックパッカーとか、基本泊まってるのはみんな日本人、入れ替わり立ち替わりいろんな日本人の方がやってきて、同じシェアスペースで暮らしていくみたいな感じなんだけど、そこでいろんなね旅を朝起きて、みんなで納豆と白米と漬物のご飯をみんなで囲って食べて、そこの日本人宿の場所は基本的に周りに何もない場所だからみんなで何もしないことを楽しむみたいな食べたりとかダラダラしたりぼーっとしたり、なんかそういうね時間を過ごしてました。夕方には釣りに行って、釣りにで釣れた魚を猫ちゃんたちにあげたりとか、もう本当そういう時間をただただ楽しんだっていう感じで、なんか大人の夏休みっていう、言われてるよね。まさにそんな感じでした。でも僕たちの場合はこれまでやっぱり外国の方と関わることはあっても日本人の方と宿が一緒になるとか本当になかったから、そこで初めてこんなにたくさん日本人で
旅してる、特に南米を旅してる人がいるんだっていう気づきもあったし、そこには70歳のおじいちゃんがいたりとか、家族で旅してる人がいたりとか、事業をやりながら旅してる人がいたりとか、いろんな旅の使い方、仕方をやってる人がいて、すごい生き方の幅広さっていうのも知れて、自分たちの次のステップを考えるいろんな生き方を知ることができて、本当に次につながる出会いができたなと思ってます。いや本当にそこで出会った人たちの生き方とかに本当に影響されることが多かったね。でその後はパラグアイの首都行ってアルゼンチンの今度は北側に入りました。アルゼンチンは本当にね大きい国だから南米旅する前にそのメキシコのホストの人からアルゼンチンはやっぱ場所によって南と北とかで全然違った景色が見れるよって言われてたので、私は結構それが一番楽しみにしててアルゼンチンの北側の自然を見ようっていうことで実際行ったんですけど、本当に全然また違った景色をたくさん見れて、本当に南米はすごい大自然だなっていうところを感じました。でね、結構その辺からは標高がどんどん高くなってって、それこそ高山病にならないように徐々に上げてったんですけど、最終的には4000メートルの山のとこまで行ってるね。4000ちょっとの、だから富士山よりも高いその後のペルー、ボリビアもずっと標高が高かったんだけど、アンデス山脈付近に町とか都市が発展してて、基本的には富士山より標高が高い場所での生活をしてました。だからね、ちょっとさ歩いただけでもすぐに息切れしちゃうから、もうゆっくりなんかノロノロとしてましたね。アンズはもうとにかく亀みたいな遅さで歩いてましたねでもね、その水たくさん飲んで、ゆっくり歩いてればそんなに高山病とかにはならずに済みました。あとはね、この辺からカーニバルがあったりしたから、結構カーニバル時期とかぶるとね、ホテル高くなったりとか、人いっぱい来たりとかするからっていうので、カーニバルから逃げ続け、でもたまにこう捕まりで街歩いてると泡を水をかけられっていう感じでしたね。本当にもうかけてくんだよねもうそのお断りなくかけてくるから。でそこからアルゼンチンを終えボリビアに入り、ボリビアはその南米の中では最貧国っていう風にも言われていて、でも逆にこうやっぱりみんな等しく貧しいから、治安っていう面で怖さをね、いいなっていう印象を受けました。ただちょっとやっぱりそういうインフラだったり野良犬だったり、そういう面での怖さを感じることは何度かあって、有名じゃないところにハイキング行こうと思ったら犬に追いかけられたりとか、めっちゃ怖かったよね。めっちゃ怖かった。2回やられたよね、ボリビアではめっちゃマッチョなさ犬がさ、なんかめっちゃ吠えてきてさ、追いかけてきてさ、ああいう時ってさ走っちゃダメって言うけどさ、もうどうすればいいか分かんないよね。本当に、噛まれなくてよかった本当によかった、噛まれてる人にも何人かあったりしたから、本当に狂犬病はね、致死率もうほぼ 100% だから、発症しちゃうとね、ここは結構海外旅してて、怖いポイントの一つでしたね。ボリビアからは本当に一気に物価が安くなりました。一食本当屋台飯とかだと150円ぐらいで食べれたりとか、でも比較的どうですか？そうだね、なんかシンプルで全然美味しいけどシンプルだよね。もう本当に物価が安いからすごい居やすくて、トータル2週間ぐらいかな、いましたね。そうだね、基本この辺はもうずっとバス移動だったけどさ、バスとかもすんごい古いバス、なんか一応選んだりはしてたけど、でも基本シートベルトがないのが多かったし、シートベルトはもうないね、ボリビアは。窓もバリバリだし、途中からめっちゃ上から雨漏りしてくるのし、なんか横にでっかいなんか穴があったりとかあとは移動中メインの道路が封鎖されちゃってて、橋が崩落しちゃってっていうので、代わりに使った道がもう舗装されてない沼だらけの道で、なんかこんな感じだったよね。本当にあれは怖かったっていう、いろんな怖さがありつつも、ボリビアは本当にもともとウユニ塩湖ぐらいしかね、知らなかったんですけど、それこそ日本人宿で出会ったいろんな南米を旅してる人たちからアドバイスももらって、もともと行く予定じゃなかったサハマっていう温泉に行ったりだとか、コパカバーナっていう世界一高いところにある湖がある町に行ったりとか、すごいいろんな景色を見れたかなと思ってます。でウユニ塩湖もね、もちろん良くて、日本人もたくさんいたし、よかった。最後の国、ペルー。
どうでした？ペルーはご飯が美味しかった。物価はちょっとボリビアより高いけど全然まだ安くて、安くてご飯美味しくて、でもちょっとやっぱ時期的に寒かったから、そうね、有名なクスコとか、マチュピチュもそうだけどね、結構標高高いところにあって基本寒かったよねあとはペルーはこの料理は美味しいはずなのにお互いね食当たりになってまあそればっかりは原因わかんないよわかんないですね。でさあ、私が最初に食当たりになって次にカズサが遅れてなって、カズサが食当たりした時にちょうど断水しちゃってね、ホテルが履きたくても履けないっていう。そう本当にそう。そこなんかね、街で停電とかも頻繁にあったりしたんだけど、ね、夜に断水しちゃって、で断水したからもうトイレの水たまらないからトイレ流せないわのでめっちゃ大変だったよね。もう各フロアのトイレにちょっと吐きに行って一回なら流せるからっていうのでね、そんな感じでしたね。水が出るってすごいよね。蛇口ひねったら水が出るって当たり前じゃないですね。あとはマチュピチュ行く時もやっぱりその観光列車か、あとはもうすごい過酷なルートしかなくて、行きやすいちょっとそのスタンバイミーロードっていうすごいメジャーな過酷な側のルートで行ったりしたんだけど、崖っぷちを走ったりとか、道もその線路の上歩いたりとか、あの有名さに対してインフラが整ってないというか、そうね、鉄道はね通ってるから、それを使えばいいんだろうけど、それ以外の手段っていうところがね、なかなかなくて、道路がすごくて、あれもなんかちょっとヒヤッとしましたね。ね、でなんか結構パラグアイを出てからパラグアイの日本人宿で会った日本人の方と再会っていうか、偶然会うこととかもあったりして、なんか本当そういうのってすごい奇跡っていうか、すごいな。マチュピチュに行くバンの中であれみたいなだってさ、ね、いろんなさバンが一日に何本も走ってる中で同じバンに乗り合わせたりとか、たまたまご飯食べてたら後ろから声かけられたりとか、再合流した、ね方とかもいたりとか、本当に一度会った人は何度も会うっていう面白いなって、そういうのはなんか旅のね面白さだったね。あとこれも別にペルーに限ったことではないけど、南米の面白さとして、同じお店をこう横に並べるボリビアの首都のラパスとかにも100軒ぐらいこう美容院がある通りがあってとか、フルーツ屋さんもなんか同じフルーツ屋さんがねもうダーって並んでて、もうみんなおばちゃんがこうやってさ乗り出して、フルーツフルーツみたいなさどう差別化してるのって気になるね。差別化してないんだろうけど、でもそういうところは面白い、面白いよね。南米はやっぱ基本はスペイン語だけど、すごい強かったよね、スペイン語。英語の数字とかも通じないくらいスペイン語が本当に強くて、だからスペイン語でねちょっとその数字とかが分かんないともう買い物も結構困ったりとかね。中南米は基本的にスペイン語圏で、ブラジルはポルトガル語だけど、言語っていうのはねこうやっぱり通じると嬉しいし、逆に喋れないと楽しさが半減するっていうところもあるから、1言語学べば10カ国何十カ国ってこう旅できると思うから、すごいお得な言語だなって思って今絶賛勉強中でございます。このね最後の3ヶ月半ぐらいはワークアウェイとかカウチサーフィンとかもせずに、本当にホテル生活でがっつり旅をしたっていう感じだったけど、最後にふさわしい旅ができたなって感じがしてて、自然をもともとこう楽しめるかなとは思ってて、実際それはそうだったんですけど、人との出会いっていう点でもこれまでその会ってなかった日本人の方とたくさん多く会って、次につながる3ヶ月になったかなっていうので、これまでのとは違った3ヶ月間を過ごすことができたかなと思います。いやでも南米は沼る理由が分かりますね。そうね、みんなよく世界一周するつもりが中南米の魅力にはまってそこで終わっちゃいましたみたいな人がいるのも納得できるぐらい、知れば知るほどまだまだ行けてないところもたくさんあって、またリトライしたいなって思えるぐらい魅力の幅が広い。私なんか人もやっぱりすごい優しい人が多い印象だったし、自分とは異なった価値観を持った人とか、ノリが良かったりなんか明るかったり、そういうところも中南米の魅力だなって思ったので、でもなんかやっぱ最後の
3ヶ月だったから、自分たちもだいぶ旅の仕方みたいなのが、ペースねそう掴んできた。そう掴んできてちょっと成長しましたね。そうね、だからあんまりこう体調も食あたり以外は崩さず、結構前半はやっぱりワークアウェイとか、カウチサーフィンとか予定が決まっちゃってるものが多かったから、そこのためになんか頑張ってたどり着かなきゃみたいな制約があったけど、この南米はなんかもうちょっとここ痛いから沼ろうみたいな感じで、今自分がこれがしたいみたいなのの欲のために旅ができたっていう感じでしたね。という感じでこの3ヶ月間を振り返ってまいりましたが、いつも通り最後は費用のところですかね。この3ヶ月間は本当にカウチもワークアウェイも使わず、純粋に2人だけでホテル生活をしながら自炊したり外食したりの旅でした、で実際にこの3ヶ月間でかかった費用っていうのがこちら3ヶ月間84万8350円って感じで、やっぱり40万ぐらい、やっぱりアルゼンチンはちょっと物価が高かったかなっていう印象かな。でもペルーボリビアは本当にボリビアとかペルーはそれぞれ2週間ずついたけど、で毎回外食してたけど、こんだけで住んでるっていうところはやっぱりこう食費が安い、ホテルが安いっていうのがありましたね。そうだね、ホテルもだいたい1人1000円ぐらい、いかないぐらいで泊まれましたから、あとパラグアイは宿におこもりしててご飯もついてるから、もうただただダラダラする日々でした。でも割と観光っていうか観光場所にも行ったね。そのツアーとかを使ってやりましたから、それだけ存分に楽しんでも1人40万ぐらいで行っちゃえば、やっぱ行くのがねハードルが高いだろうけど、行ってしまってからは比較的こうリーズナブルにいろいろ楽しめるなと思いました。はい。では以上ですかね。はい。あと残すところ10日もない。10日もないくらいかな。1週間ぐらい。来週中に日本に帰って、日本に帰ったらこの旅全体の振り返り動画とかも撮ろうと思っているので、また次の日本帰国後動画でお会いしましょう。ですか？はい。では、アディオス。Hasta luego.